はい、皆さんこんにちは。いつも一緒の服を着ている羽賀紀之です。こんにちは。こんにちは。今日もですね、前回に続きいろんな話聞けたらなと思うんですけど、紀之さん今までレースをされてきて、そのレースやる上で怪我っていうのが多分つきものだと思うんですけど、多分無傷で頂点に立つとか、もうずっと走っていくっていうのは多分考えられないんじゃないかなと思うんで、今までどんなことがあったのか、もちろん今だから話せることだと思うんですけど、そういうのをちょっと聞きたいなと思ってまして。そうだね、おかげさまでバイクのレースを始めたのが4歳の時で、4歳から2008年まで、分かる骨折はなかったのかな。気づかない骨折はあったかもしれないけどってことですか。気づかない骨折は多分あったと思うんですよね。だけど手術しなくちゃいけないとか、間違いなく折れたっていうレントゲン見てとかっていうのは、そうだね、4歳から2008年まではおかげさまでなくて、当然切り傷とか、打撲とか、脱臼93年の茨城県に筑波サーキットってあるんですけど、そこで、当時250のレーサーだったんですけど TZ250、それでハイサイドでぶっ飛んで、着地した時に多分ここ脱臼して、で脱臼したのはそうかな、一番最初の骨に関する怪我というか、その後は打撲ばっかだったかな、骨折はなかったかな。でも2008年のアメリカソルトレイクのレースの時、予選が土曜日だったんで、土曜日の朝転んでっていうか、前のバイクのイン側をこうやって入って抜こうとしたら、その前のライダーの人がドアを閉めちゃったみたいな感じで、フロントから転んで、こっちに僕が倒れた時に肩から落ちて、さすがにその時はつなぎ着てヘルメットかぶってたけど、体の中で西っていうのが感じられて、これはいったなっつって、これなんかどうか、鎖骨は折れたなと思って、ちょっとこっからこうやって中に押された感じで転んだんで、練習走行終わってサーキットの医務室行ったら、5分ぐらいのところに病院あるからっつって、そこにレントゲン取りに行ってきなっつって行ったら、鎖骨がやっぱり4つかなんかに折れてたのかな、発筋って。でも転んだ時全然痛くなくて、普通にこうやって肩もこう動いてたのね。でこれ楽勝だなと思って、でサーキット帰ってきて、午後の予選走って、このバンドでちょっと肩引っ張りながらギブスみたいなのですかね。走って、その時にスーパーバイクの団体ってどこでレースするにもお医者さん、クリニカモービルっていうんだけど、そのお医者さんがついて回るのね。で、例えばヨーロッパは大型トレーラーがもう一つの病院みたいになってて、その中に薬やらいっぱい入ってるんだけど、クリニカモービルでいつも痛み止めとかでペインキラー打ってもらうと、すごいそれが効力あって。注射ですか？注射、痛み止めだね。でそれ打って予選走って、普通に予選過ごして、でそのまま日曜日迎えて朝フリーやって、でレース1レース2やって、でレース2の時も結局最後転んじゃって、ハイサイドで転んで、でもその時なんか知らんけど、もう別に一本鎖骨折れとるもんで一緒かみたいな感じででレース終わって、でそのままその日の昼にもう病院入ってすぐ手術して、だからそれが初めて人生の体にメス入れた時。何歳ぐらいなの？30歳ぐらいじゃない？そうで、その病院もすごい有名な先生で、もう骨折治すスペシャリストで、でもうプレート入れてもらって、ボルト何本入れたかな、ボルト8本だかな、8本でプレート止めて、その日の夜は止まって、次の日の飛行機でイタリア帰って、でイタリアでリハビリというかね。で次の年2009年にイギリスで、これもまたハイサイド、電気系のトラブルでレース2だったかな、ハイサイドで転んで、その時バイクが僕の背中に落ちてきたんですよね。でその時にもう俺も息ができなくて死んだと。俺も死んだなと思ったんだけど、意識だけはっきりしとって、でなんとか運ばれて、医務室に運ばれ
た時にもすぐつなぎが脱げなかったからつってつなぎもう人生初めてハサミ入れられて脱がされて、でモルヒネ、痛み止めとかに効くような薬があるんだけど、それをなんか点滴に一緒に入れるんだけど、それで多少楽になったのね、それ3発打たれて1発では効かなくて2発目も効かなくて3発目でやっとこさ効いて、そのモルヒネって本当にもうフラフラする感じなのね。でもうそのままドクターヘリで近くの大きい病院に運ばれて、それまでもう首にコルセットをはめさせられてて、で砂場の上でこけたから口の中砂丸けのまま病院に運ばれて、で病院でレントゲン取ったら背骨のちょうど胃の前の前側もう折れとるって言われて、でその時にいやもうこれ背骨が折れてるからコルセットも外したらまずいとか言われて、もう口の中も砂丸けのままその大きい病院でも長いことうがいもできずで、できないのか。そうで右のここも折れとるぞって言われて、手首も折れとるぞって言われて、で肩甲骨もバイク落ちてきてビシャって潰された感じで左のね、で4つにもクラックっていうかもう折れとると割れ折れとると言われて、でちょっと時間経ったら先生がまた来て、このフロントの背骨の前の骨折はこれ古傷だなって言われたの。でそれ確かにアメリカで1年前に鎖骨折った時も言われたの。だから俺自体ここがいつ折れたのかもわからない状態なの。イギリスの病院でもう背骨はもうメス入れたくなかったからどうしたら治るって聞いたらもう時間で治るって言われたから、背中手術開けて、でもうワイヤーでこうやって閉じてひっつけるしかないって言われて、時間で治す方にして、で手首だけ手術してで1泊して、で次の日飛行機でイタリア帰って1週間空いた次の週がもうすぐレースでやばいですね。さすがに鎖骨折れた時は別にバイク普通に乗れたけど肩甲骨だけはやっぱ無理で、背中に痛み止め打ってもらったんだけどそれでもやっぱ効かなくて、でも走り切ったんだけど、走り切ったんですね、それで。そうなるほど。なので今聞いてる話だとでかい怪我自体は今のかもしれないですけど、細かいのは多分めちゃくちゃされてるってことですね。だから気づかないで数えきれないぐらいやってると思うよ。だってその2009年でもそのモンツァってイタリアのね、サーキット、モンツァってサーキットの中にコースがあるから、イタリア森なのね、森でやっぱ鳥とかいっぱいおるじゃんね。で誰か知らんけどサーキットに餌まいたのか、折り地で1コーナースタートして1周目1コーナーグランデクルボーネっていうコーナーがあるんだけど、5速でどうだろう240、60出るとこかな、もう本当全開でいくとこ、ラインの上に鳩が円を描いてご飯食べとってやばいですね。もう気づいた時にはもうそこ真ん中割っていくしかないじゃん。したら入った瞬間にバカーンってここに鳩だよね、鳩渡って一瞬にして俺の手がアクセルからバーンって離れて、もうなんかもうこうやってチューブラリン状態になって、うわ俺肩抜けたなと思ったの、で幸いに俺トップで250キロぐらいのスピードでもうスタートしたすぐだからさ、後続車いっぱいおるやん、で俺の場合はアクセルもう一気に戻っちゃったのも一気に失速しとるわけじゃん、よく後ろの人たちが俺に追突せずにみんな避けていてくれたなと思って、よくてもったんです、追突しとったらもう本当大事故になってたと思うんだけど。そうですよね。そうでそこから自分で、最後尾だわね、でもうこうやって自分で手こうやってアクセルにこうやって乗せてやったら、なんとかいけそうと思って、もうでも力も入らへんしもう感覚もない、でもちょっとチャンピオン争いしてたし走りきらなあかん、1ポイントでも取らなあかんぐらいな感じで走ってたんだけど、結局最終コーナー入るところでブレーキングで転んじゃって、結局リタイアだったんだけど、でつなぎ脱いだらもう手がお前ボディビルでもやっとんのぐらいの感じでここに腫れ上がっとっちゃって、でなんかそれ友達が鳩の体積やら体重やらをこんなんぐらいだろうぐらいな感じで計算したら、なんつったかな、瞬間衝撃力3トンって言ったかな。折れてはないんですか？折れてない、折れてない。実際3トンぐらいの重さが当たったかもしれんけど、例えばどっかで固定されてたらもう腕潰れてないよね。でも稀にあるのね、レースやっとって、サーキットによっても違うんだけど、モンザは鳩が結構多い、鳥が、怖いですね。
でもオーストラリアのフィリップアイランドってコースなんだけど、はい、そこはカモメが多いんだ。よう見るよ、カモメがエンジンの中に詰まっとったとか、あるライダーなんかはそのカモメが体に当たって鎖骨折れたとか。そりゃそうですよね。だってあんだけのスピード出してて、なんか自分の実力どうこうじゃないじゃないですか。もう本当に運じゃないですか、どうしようもない。レース全く関係ないんだけどね、ハトなんてね。ですよね、そうでモンツァのレースが終わって手がもうポンポンに腫れた状態、ほんとつなぎも入らなかったんだよ。ここをなんかもうちょっとテーピングでこうやって押さえつけて、でハトがぶつかった2日後にのフライトで南アフリカ行って、でもうそのウィークエンドレースで、そうまあそんな状況の中2レースとも優勝できてそんなことあるね。そんなことあったねそうすごいですね。そうっていうのが現役の中での大きい怪我というか、かな。レースでの怪我っていうか、基本転倒とかになるじゃないですか、転倒の一番の理由は何ですか？他のバイクを気にすることとか。やっぱり僕ら限界を絶えず突き止めながら走ってるから、まあ、当然そこにはタイヤの、まあ、種類というか、もういろいろ組み合わせもあるし、まあ、気温との、ね、路面温度とのそのタイヤとのマッチングもあるし、それはだってずっと一緒なわけないじゃん、だって温度だって変わるわけだし、変わればタイヤのフィーリングだってグリップだって変わるわけだから、だしましてやセッティングだってある程度変わるから、まあ、そういうので、まあ、転んだりするよね。だからまあ限界を突き止めながらいつも走ってるわけだから、まあ、僕らからしたら転ぶんはもう朝飯前みたいな、転んだことがショックとかそういうのは別にないから、じゃないとやっぱ奥を追求できないからね。晴れの時だって転ぶし、雨の時だって転ぶし、やっぱりその状況によってそういうのはやっぱ自分らで合わせていくわけだよね。だから理想的には転ばず早く走れるのが一番ベストだよ。でもやっぱりね、奥を追求していくっていうことはやっぱり限界の限界を超えていかなくちゃいけないわけだから、経験して転ばなくなっていくみたいな。それもある。転ぶ時はそこそこ転ぶしね。レースとか見ててもやっぱ転倒とか、前もバイクが燃えてたりするのを見ましたけど、僕たちでは考えられない世界なので、やっぱライダーはみんなその覚悟を持った上でやられてるんだな。まあ確かにそうだよね。二輪のレースでも俺らみたいなロードレース、モトクロス、トライアルとかっていろいろあるけど、やっぱその中でも一番スピード出るのね、ロードレースじゃんね。まあそれは確かに俺は一番怪我するよね。まあでも普通に怪我しに行くような感じで、怪我がない、転んで怪我ない方が逆にラッキー。本当に。まず体にきますからね、直接。まあモトクロスもジャンプして着地失敗してね、骨折したりもするけど、スピード的にはもう圧倒的に僕らは300キロとか出すんで、バイクで。まあでも乗ってると別にそういうことはあんまり気にするけどね。俺はもう基本的に自分がもうなんか転んで怪我して嫌だとか怖いって感じたらもうやめようと思ったんだけど、あったんですね、そういうのも。まあでもバイク乗った時にいまだに怖いなって思うことはまだないし、それもだからうちのシビラにも言ってるよ。転ぶのは当たり前なんだって。それで痛い思いして嫌だなって思うんだったら、もうこれ二度としたくないなと思うなら、もうその時点でもうレースやめろっつって言ってるから。まあでもそうですね、それぐらいじゃないとやれない世界ですからね。亮太も3年前か、モトギで転んで、ね、左の大腿骨骨折して、ね、3年前だで、15、だね、今18だで。15で大腿骨骨折することなんて普通ないですからね。普通の人間はないじゃん。でも1ヶ月半ぐらいで普通にバイク乗ったよね。普通大腿骨取って半年ぐらいかかるって言うんだけどさ、若いやつの治りって早いんだなと思ってね。治りなんですかね。根性じゃないですか。根性もあったと思うけど、そう、やっぱそういうの大事だよね。僕の骨折なんてお風呂でこけて、浴槽に肩ぶつけて鎖骨折れた。一番間抜けたパターン。本当世界が違いますけど。
今回の怪我の話についてはこんな感じですかね、なんかもうはいやっぱ俺の心の怪我とか聞かない心の怪我あるんですか？ないですないですか？ないです。とりあえず今何よりも元気で元気です。もう本当に手術した時の鎖骨のプレートも、手首のプレートも、イタリアでちゃんと抜いてきたんで、今はもうサイボーグじゃないです。サイボーグじゃない。はい。まあそれが僕らの世界です。この話したらみんな怖くてバイク乗らなくなっちゃうんじゃないの？確かに。いやでもバイク乗ってる人たちがね、転んで怪我した時に、僕のことを思い浮かべてもらえれば、怪我した人の上には上がおるんだなってね、ただでさ僕より上には上がいますからね、僕のこのレースの業界では。僕らはまだ怪我少ない方だから、羽賀さんバイクってどうやって乗ったらいいんですかとかってよく聞かれるんだけど、本当に普通に安全運転で乗るのが一番楽しく、風を切って走るのが一番楽しいと思います。そうですね。ありがとうございます。多分今回怪我の話だったんですけど、また次回もまた別の話してもらえたらなと思いますので、次回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。